はい、皆様、こんにちは。クールジャパン DX サミットオーガナイザーの篠原でございます。クールジャパン DX サミットは今年3年目を迎えております。総本山のサミットはですね、今年は12月9日月曜日となりまして、東京都内八芳園で予定しておりますので、ぜひスケジューリングいただければと思っております。で、また今年は地域開催を積極的にしていこうということで、沖縄サミットですね、クールジャパン DX サミット沖縄というものを6月6日で、北海道版ですね、クールジャパン DX サミット北海道を8月30日に行う予定でございます。こちらもハイブリッドで配信になりますので、日本全国から見ていただけるかなと思っております。で、一方で、このクールジャパン DX ですね、海外需要開拓をDX でスピードアップしようという試みで、50兆円市場みたいなことを狙っていこうというふうに言っていると思うんですけども、ぜひ一過性ではないムーブメントにしようという試みから、今年はオンラインで年間を通じて情報発信をしていきたいと考えております。海外挑戦で海外展開、またはインバウンドで海外需要を開拓していきたいと思っている方々へのヒントとなると思っておりますので、ぜひご覧いただければと思っております。はい、ということでお待たせいたしました。クールジャパン DX サミットオンライン、今回の素敵なゲストになります。カーニー日本法人会長、そして CIC ジャパン会長、そしてナイトタイムエコノミー推進協議会理事、さらには、DJ でもいらっしゃる、本当にいろんなお立場でご活躍されていらっしゃる梅澤孝明さんです。梅澤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はありがとうございます。この度はご出演ありがとうございます。まさか、サクッと出ていただけるとは思っていなくてですね、本当に嬉しいです。本日はよろしくお願いします。もちろんです。よろしくお願いします。先日の、中田秀さん主催の、クラフトサケウィーク、中田さんのプロジェクトにもちょっと私関わってまして、はい、で、クラフトサケウィークにも、ちょっと伺っていたんですけども、そこで、DJ タクというタクさんという形で、梅澤さん DJ プレイされていらっしゃいました。非常にJ-POP でノリのいい形で、非常に心地いい空間をありがとうございました。いえいえ、楽しんでいただけて嬉しいです。毎年出られてらっしゃるんでしたっけ？いや、サケウィークは今回初めて、はい、お声掛けをいただきました。そうなんですね。はい。いろんなイベントで、DJ プレイをすることは最近増えてはきてるんですけど、イベントに関しては今年初めてです。承知しました。ありがとうございます。一方で12月9日のクールジャパン DX サミットのスピーカーとしてまた、アワードの審査員ですね、としても今回、ご出演、ご参画いただけることになっております。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということでですね、まずはじめに梅澤さんご自身の、本当に業界、非常に、顔が広くていらっしゃって、皆さんご存知だと思うんですけども、ぜひちょっと自己紹介と、あと直近フォーカスされているプロジェクトについてご紹介いただけますでしょうか。はい。もともとやっていた仕事は、AT カーニーという、世界40カ国に展開をするコンサルティングファームの、今は日本の、日本法人の会長という立場と、それから、3年半ほど前に立ち上げた CIC という、日本で最大級のスタートアップの拠点、超巨大なシェアオフィスですね。ここの、立ち上げ責任者兼、日本法人の、責任者みたいなことを、やっていますと。で、その上で、クールジャパンはずっと伴走はし続けてきていて、クールジャパン関係で言うと、2つのテーマを、主にフォーカスをしてやっています。一つは観光、それから2つ目が、ご紹介もいただいたナイトタイムエコノミーということになります。で、この観光とナイトタイムエコノミーも、かなり重なる部分もあるんですけど、一方で、都市のナイトタイムエコノミーっていうと、観光だけではなくて、都市開発のテーマでもあるので、そういう意味ではコンサルタントとしては不動産デベロッパー向けに都市開発のアドバイスをしつつ、ナイトタイムエコノミーの活性化も同時にやってるみたいな、そんな絡み方で、いろんな活動をつなげてるというところです。ありがとうございます。ナイトタイムエコノミーですとか都市開発っていう言葉もありましたけども、2017年ぐらいに出されているこちらのネクス東京という本を改めて、私も出た時に読ませていただいてたんですけども、改めてこちら拝読させていただきまして、ありがとうございます。なんかそのコロナ禍を経て、当然これを書かれた時にはコロナが起こるとは誰も想像しなかったと思うんですけど、はい、そうですね。コロナを経て、さらにやっぱり必要な要素がすごくエッセンスとして詰まってらっしゃるなって思ったんですけど、今読んでもすごくこうなんか資産飛んだというか、
インプットというか気づきの多い本だったんですが、改めてこうハイライトするとどういうことが書かれている本になりますか？大きく3つのコンセプトを掲げました。1つ目がクリエイティブシティ。で、これはもうクールジャパンのテーマ、ほぼドンピシャリで重なるテーマなんですけど、東京を世界に冠たるクリエイティブシティとして発展をさせていこう。で、様々なクリエイティブクラスの方々、国内の人もそうだし、海外の才能もどんどん取り込んで、で、一緒にその日本初世界に、いろんな文化を発信し、それを産業化をしていこうというのが一つ目で、二つ目が、フィットネスシティという言い方をしてましたが、素敵なライフスタイルを、東京に作っていこうよと。例えば水辺をもっと上手に活用をしようよとか、あるいは緑を、もっと増やして、緑の中でいろんな、活動が起こっていくような東京を作っていこうよと。で、3つ目が、テックシティということで、テクノロジーを生かして、東京という街全体をよりスマート化をしていく、あるいはさまざまな、日本が持っている産業のショーケースに東京をしていくというようなことを、特にこれオリパラ前に書いた本なので、2020のオリパラを想定して、そこで来るさまざまなお客さんたちに向けて、東京の街をショーケースとして使っていこうよと、こんな提案をした本になります。ありがとうございます。オリパラを経て、オリパラは1年ずれて開催されましたけども、さらにコロナ禍の4年間を経て、今このネクスト東京で提言されてきたことの進捗具合っていうのはどんな感じなんですか？3割ぐらいですかね。でも3割まだ、進んでらっしゃるんですね、しっかりと。この内容自体はずっと基本骨子は変わらずに、ということですもんね。ここで書いたような内容のさまざまな要素を、いろんな、都内の自治体とか、あるいは東京都で再開発を手掛けている大手のデベロッパーとかの方々に、いろんな形でシェアをしてきました。で、それがあるときは僕はコンサルタント、カーニーのコンサルタントとしていろんな提案もしてきたし、それからナイトタイムエコノミー推進協議会のメンバーとして、主に夜っていう切り口から東京のクリエイティブシティ化の提案もしてきたし、使える札は全部使っていろんな方々に、そういう、アイデアの伝達、あるいは一緒にプロジェクトをやりましょうみたいなことでプロジェクトを立ち上げるっていうのを、方々でやってきた過去数年だったかなというふうに思います。なのでその結果として、東京のクリエイティブシティ化っていうのはまだまだ道半ばだと思いますけど、でも今日この後で議論になるように、クールジャパンってやっぱりマクロで俯瞰してみると、だいぶパワーアップはしてきたなっていうふうには感じている。で、その中心には当然東京もいる。それからナイトタイムエコノミーも、僕はクールジャパンに、ある意味でとても大きな貢献をできるエリアだと思っていて、ナイトタイムエコノミーは本当にコロナを経て、さまざまな、都市開発者にとってかなりメインアジェンダの一つになってきたというふうには感じています。そういう意味で前には進んでる。でも、まだまだ3割ぐらいかなって、そんな感じです。ありがとうございます。やっぱり世界から選ばれる都市であり続けるために、やっぱ東京も進化していかなければいけないですし、その東京、クリエイティブシティ東京が、その地域のモデルケースというか、モデルになっていくことにもなっていかないといけないと思ってますので、ぜひ、これまだ読まれてない皆様いらっしゃったら、ぜひ読んでいただければと思っております。ありがとうございます。クールジャパンというお言葉もありましたけども、まさに官民を挙げてクールジャパンというものを、日本政府、内閣府が、旗を挙げてやってきたと思うんですけども、でそこの官民連携プラットフォームの、梅澤さんはアドバイザリーボードでものお立ちではいらっしゃると思ってますので、ちょっとこの CJPF 官民連携プラットフォームについて、どのあたりにやっぱポテンシャルを感じていらっしゃるのか、またはそのポテンシャルと対比してその課題といいますか、どこに今問題が眠っているのかっていう、このあたりちょっと伺ってもよろしいですか。プラットフォームっていうよりはクールジャパンの活動全体に関して今感じていることっていう意味で申し上げると、
これ2010年代の前半に立ち上げたプロジェクトなわけですけど、当時イメージしてた成長ポテンシャルっていうのが、いよいよなんか開花してきたなと、コロナ明けの今になってというふうには感じてます。具体的に言うと、コンテンツ輸出が例えば 4.7 兆円まで、これ多分5年で3倍ぐらいに拡大をしてきてるとか、あるいはインバウンド観光もコロナで大打撃を受けたけれども、でも、昨年の実績で言うと 5.3 兆円という、史上最高の、消費額を実現していると。そうすると、このコンテンツとインバウンド観光だけでも10兆円なんですよね。で、この塊って、スタートした時には多分3分の1ぐらいしかなかったんじゃないのかなというふうに思いますと。なので、随分クールジャパンもいろんな形で苦労はしてきたプロジェクトではあるんだけれども、でも、世界の時流にはある意味ですごく、乗っかってここまで拡大をしてきたし、プレイヤーの数も増えたし、いろんなプレイヤーの方々が今までは国内中心でやっていたのが、やっぱり海外市場にも目を向けようっていう方がすごく増えた結果が多分今の数字なのかなというふうに思ってますと。そうするとやっぱり次はもっともっと大きな目標を掲げて、やっぱり第2弾ロケットに転化したいですよねとっていうふうに感じてます。なので、政府が、次はもう50兆円っていう目標を掲げようとしているっていうのも、私は本当にライトアクションだと思うし、その大きな目標を掲げる上で、日本の美意識とか、あるいは日本の職人芸とかを生かしているようなクリエイティブ産業っていうのは、もう少し広く取り込んでいってもいいんじゃないかっていうふうに思いました。だから今年、内閣府のチームに僕が提案したのは、ビューティーとか、それから、食に関しても農産物の輸出だけではなくて、加工食品とかフードサービスの海外展開みたいなものも取り込んで、で、それをクールジャパンの重要要素だというふうに位置づけて、で、全体としてより大きなパイを、取りに行くと、こういう、姿勢を取りませんかという話をしたっていうのが一つ。それからもう一つは、観光はもうすでにこのクールジャパンの中で一番の稼ぎどころの一つ、観光とそれからコンテンツのもう2本柱の一つになってるわけですけど、でもまだまだ拡大できるし、それから、アップグレードしたいっていうふうに感じています。なので、インバウンド観光の質的な向上と、その結果としてのより大きな、果実の獲得。これが2つ目の課題意識で、3つ目の課題意識が、明確に目標を定めましょう。で、その目標に向かって PDCA をちゃんと回していくサイクルを作りましょうと。これが3つ目の問題意識です。で、この3つに関しては、今回、知財事務局がこれから打ち出そうとしている、クールジャパン戦略にはちゃんと取り込まれてくるんだと思うので、ちょっと次のステップに、よりある意味で、しっかりと、定めた目標に向かって、KPI もトラッキングをしながら、政府としてアクションを、積み上げていくというところに、やっと差し掛かりつつある、そんなステージだと認識をしています。ありがとうございます。2030年から2033年ぐらいまでの間に、50兆円、総額で50兆円ぐらいの市場規模にこの海外需要開拓、一言で言うとクールジャパンというのは成長していけるポテンシャルがあって、ここまで成長していくと、日本のその経済規模の10分の1、もしくはそれ以上になっていくっていう、もうとてつもない実は事業機会というかですね、日本経済がもう一回再浮上していく上では、ラストピースなんじゃないかっていうぐらいのなんかオポチュニティはあるんじゃないかなと思ってはいてですね、僕もその、日本政府が、最近50兆円って言い始めた、結構その同じぐらいのタイミング、もしくはその前ぐらいから実は50兆円って勝手にV の事業の方でそれぐらいやろうよっていうのをちょっと風呂敷広げてですね、言ってしまっていたところがあって、でも日本政府がそうやって50兆円と同じ金額を言ってるので、的外れじゃなかったなっていうと、それぐらい成長余地がありそうだなという。で、分解していくと、おっしゃった通りで、コンテンツ今5兆円弱ぐらいのところから、経団連さんもコンテンツ2030という提言されていて、そこでも20兆円、25兆円
25兆円作れていけるんじゃないか、2030年ぐらいまでにっていうのをおっしゃってますし、でインバウンドもおっしゃった通りで5.3兆円でしたけど、15兆円、20兆円というところは、為替の問題等もありながらも、全然ポテンシャルとしては全然必達できるんじゃないかというところで、そこに先ほどおっしゃったビューティーとか加工食品とか、農水もちろんですけども、含まれてくると、結構普通に足し上げていくと50兆円ぐらいになってくるんですよね。なってきますね。はい。そうなんですよね。ありがとうございます。で、インバウンドやっぱり稼ぎ頭ということで、でその中でやっぱ質っていうお話もありましたけども、今後そのやっぱ一人当たりの単価、消費単価というところを上げていく上では、質を上げていく、いわゆるその高付加価値なものを開発していくっていうことだと思うんですけども、そこで言うと、例えば観光庁さんの、地方における高付加価値なインバウンド観光地づくり検討委員会の座長としてもというお立場でも、お仕事されていらっしゃると思うんですけれども、このあたりのプロジェクトっていうのは今どういう状況なんですか？私2018年ぐらいから、やっぱり日本のインバウンド観光をもっと富裕層市場の開拓に舵を切るべきだってずっと申し上げていたんですけど、なかなか、当時は菅さんが官房長官でいらして、で菅さんにも何度か訴えて、言ってることは分かると、そうしたいと、でもどうやったらできるかイメージが湧かないって言われて、そのまんまペンディングにはなってたんですよね。で、2020年コロナが来て、で、菅さんが総理になる直前でしたけど、やっと受け取っていただけて、で、2020年に上質なインバウンド観光サービス創出っていうお題で戦略検討委員会が立ち上がって、そこから僕本格的にこのテーマに関わってきたっていう感じです。で、最初からずっと申し上げているのは、もう突き詰めると、3つぐらいの課題で、1つ目が地方部に上質な宿泊施設が決定的に不足してますと。上質なって言ってるのは必ずしもそのリッツ・カールトンとか、あるいは、マンダリオリエンタルみたいな外資のラグジュアリーホテルを誘致しましょうっていう話では必ずしもなくて、もう少し小規模な、例えば30室ぐらいの、ブティックホテルだったり、さらに小さなオーベルジュだったりみたいなものが、日本のすごく魅力的な観光資源のある田舎に点在しているような状態を作れませんかというのが問題意識その1。問題意識その2は、富裕層向けのトラベルデザイナーとか、あるいは富裕層向けのガイドをもっと本格的に育成をし、質量ともに強化をしていく必要がありますよねという話。で、問題意識その3は、交通、特に二次交通です。なので、現状で言うと、もう本当に電車の駅を降りて、あるいは空港に着いた後の、交通が本当に貧弱で、タクシーもハイヤーも台数も足りないし、車も貧弱だし、それからライドシェア解禁されてないので、結果的には決定的にやっぱり足が足りないみたいなことが日本全国で起こっていて、この辺を総合的に解決するっていうのが、やっぱりこの富裕層観光の市場を本格的に伸ばしていく上で、一番大事なテーマかなというふうに思っていますと。で、これはもう2020年、21年の段階で、戦略立案の段階からこういう問題提起と提言はしてきたんですが、その先にその地方でインバウンド観光地づくりをしましょうっていう、より具体化をしていきましょうっていうフェーズに2022年に入って、でそこで、行われたのが全国で11カ所のこの高付加価値なインバウンド観光地を作ると。こういう、11カ所のまず選定が行われて、で今それぞれの、地域で、具体的にどういう、アクションを取っていかなければいけないかという、具体の検討を、現在進行形で行っているという形になりますね。ありがとうございます。具体的にあれですよね、ちょっと移してみます。はい。地域でいうと、例えば東北海道とか、それから北陸エリアとか、奈良から和歌山にかけてのエリアとか、瀬戸内とか、あるいは広域の九州圏とか、こんなようなエリアが全国で11カ所選ばれてるっていう感じになりますね。
今ちょっと映してみました。このあはい、たりですね。そうですね。はい。はい。なるほどです。今回クールジャパン DX サミット地域版ということで、はい。北海道と、あとは沖縄をやるんですけども、はい。やっぱりどちらの地域でも重要な議論の一つテーマとしては、やっぱり二次交通で、はい。沖縄であればどうやってそのやんばる北部地方、もしくうん。は離島の方にはい。人を誘客していくのかという、日本人さえもなかなか来ないような、やんばるのうん。大自然素晴らしいんですけど、なかなはい。か日本人さえも来ないようなところに、うん。どういう形でインバウンドをこう呼び込んでいけるのかっていうはい。議論だったりとか、うん。北海道であれば、東北海道っていう今ありましたけども、はい。まさに開催地も実は今回、東北海道の阿寒エリアあたりでああ、開催をなるほど。考えてるんですが、はい。その札幌を中心とした道央はいいんだけれども、やっぱりうん。東だったり北、ここがもう本当になかなか交通の便が本当に悪くて、はい。旅行客がなかなか来てくれない、直行便も飛んでいないっていう状況。うん。うん。その地域の中での地域内格差のギャップをこうどう埋めていくかっていうところが、はい。地域でこういったセミナーをやるときの一つ大きなテーマになるんですけども、やっぱりそういったところもモデル観光地としてやっぱり選ばれてるわけですよね。そうですね。で、足の問題はやっぱりどこでも深刻なので、これはライドシェアだけで解決する話ではないけど、でもそれがやっぱり一番全国に広くインパクトのある話だと思います。うんうん。それから富裕層っていうところで言うと、例えば全国にたくさんあるけれども活用できてないヘリポートをもうちょっと活用できないかはい。とか、それからクルーズ船の寄港地を増やせないかとか、そういうような話がありますね。うんうん。梅沢さんが今挙げられた課題感と並行して観光庁さんもおっしゃっているのは、やっぱそういったそのヘリポートだったりとか、はい、はい、プライベートジェットがこう就航できる空港だったりとか、はい、例えばその宿泊施設の貸し切りとか、うん、なんかこう時間外営業とか、はい、そういうフレキシブルな対応がもっとできなければいけないし、うん、おっしゃった通りこう旅行コンテンツのさらなる開発、はい、これも着手していかないといけないというふううん、にもおっしゃってますね。はい。はい。ちなみにどうぞどうぞ。いや、日本ってやっぱりこれだけ海に囲まれてて、活用しない手はないなと思っていて、特に富裕層だとやっぱスーパーヨットで、結構世界中を回ってる人が一定数いるんだけれども、その人たちが今多分、寄港できるところがほぼないんですよね。だから、そういうとてもなんか問題ない、もったいない、課題っていうのも、現実には存在してます。うんうん、この辺の問題意識、課題感を解決していくところをこうリードしていく人たちって誰になるんですかね。お題としてはやっぱり民間人が問題提起をして、でそれを観光庁なり国交省なりが受け取って、で、一個一個例えば規制緩和をしていくとか、あるいは整備に必要なお金の一部補助を出していくみたいなうんうん話になりますので、やっぱり民間の役割としてはどれだけ、解像度を上げた問題提起と提案ができるかってうん、いうことなるほどですね。かなとは思います。うんうん、ありがとうございます。でよく高付加価値化に紐づいて富裕層のその開発、はい。開拓っていうところに話がいくんですけども、そもそも富裕層といってもいろんなそのレベルというかレイヤーがあはい。るというお話は結構話題にはなってきていて、はい。ざっくり分けるとどういう呼び方、そしてどういうその、消費単価のレイヤーが存在するんですかね。観光庁でその2020年以降議論をしてきた、富裕層の定義は、どちらかというと、広い定義で、着地消費額が1人100万円以上の人を富裕層と一応呼んで、で、そこに向けてどういうアクションを取るべきかっていう議論をしてきました。でも、着地消費額300万円以上、500万円以上って切り方を変えてみてみると、やっぱり、相当、観光に関わる行動とか、あるいはお金の使いどころとかっていうのは違っていて、どこを狙うか、全部狙いたいんだが、どっから優先順位を上げてやっていくかっていうのは、結構何度も議論にはなりましたね。私のスタンスを申し上げると、突然一番上のハイエンド、プライベートジェットで飛んできて、
常人の想像つかないような行動をする人たちっていうのは、我々もそう簡単に理解できないし、呼ぼうと思っても来てくれるわけではないので、もう少し、そのミドルラグジュアリー的なところで、日本中がいろんな練習を積んだ上で、さらに上を狙いに行くというステップを踏むのがいいのではないかと思って、今の観光庁の戦略は、その流れに沿って100万円以上のお客さんをまずは狙いましょうというところをやっているって感じです。なるほどです。おっしゃったそのハイエンドっていう本当にプライベートジェットでやってきて、はい、想像もつかないようなその旅行体験とかその周遊をするような人たちっていうのは、はい基本その1回につき300万円以上、1人1回300万円以上ぐらい、使う方っていう、観光庁的に定義するとそういうふうにおっしゃっていて、で梅沢さんおっしゃったその100万円以上っていうところの層のことを、定義的にはラグジュアリー層と呼ぼうと。この人は1人1回100万円以上使う。で、300万円以上使う人をハイエンド層と呼ぶっていうことですよね。そうですね。ハイエンドは300万なのか500万なのかって人によって議論はあると思いますけど、でもそういう桁の人たちです。そういうことですよね。はい。でハイエンドの中でも、その300万円だったり、文化観光だったり、自然観光にその付加価値を感じて、そこに資金を投じる人もいれば、百貨店で300万円ぐらいのラグジュアリーブランドをポンと買うような人もいたりとか、なんでハイエンドといっても全然この層がまた分かれてきますよね。本当にお金持ちになればなるほど、人によってお金の使い方も好きなものも違うので、なのでそこに確一的な戦略は多分走行しなくて、効果がなくて、どちらかというと日本としていろんな類の、わがままなお金持ちがいますと。そのなるべくいろんな類のいろんなに対応できる日本になりましょうっていうことだと思います。そうですね。例えば日本の文化が大好きですっていう、リテラシーの高い、お客さんも日本にいっぱい来るんですけど、その中でも日本のアニメとかが大好きだっていうお金持ちの中でもですよ、人もいれば、もう日本のポップカルチャーは大嫌いだと。でも日本の伝統文化が素晴らしい。だからポップカルチャーの話一切しないでくれっていう人もいるんですよ。そのくらい日本の文化が好きだって言ってるお客さんも幅があるので、それをどっちかを選びましょうの話じゃなくて、両方とも持ってるから日本はいろんなお客さんを引きつけることができる。でも、伝統文化が好きな人になんかポップカルチャーの話をしても嫌われるだけなので、そういう人たちにはその伝統文化をどれだけ、ある意味で選別してで、いいものを見せていけるかっていうところに努力をしましょうみたいな話ですよね。でちなみに両方好きな人とか両方関心ある人もいるんですよ。例えば現代アーティストで日本の、ポップカルチャーにものすごく影響を受けて、でそれを現代アートに昇華をして、日本人でそれをやってきたのが村上隆さんだったりするんだけど、というその両方をつなぐっていう作業をやってる人もいるし、両方を見て両方楽しめるっていう人ももちろんいるんだけど、でも片っぽしか興味ないっていう人もいっぱいいますと。カルチャーとかっていう意味で言ってもそうだし、それから、自然は大好きだけど、都市は全然興味ないっていう人もいれば、都市観光が大好きでお買い物大好きで、都市のナイトタイムエコノミー大好きで、でも地方行くのめんどくさいなっていう人もいますと。そのくらい幅があるんだけど、それをでもみんな受け入れられるのが日本だよねっていうふうには僕は考えています。ありがとうございます。いろいろな価値観を持っていらっしゃる中で、100万円使える方もいれば500万円、1000万円使える方もいて、その価値の感じ方もそれぞれ違うし、興味関心どころも違う中で、で日本の中ではその観光資源ってもう本当に豊富にあると思うんですけど、それをよく業界内でも話題に出てくる磨き上げる、観光資源の磨き上げる作業と、これをしっかりコンテンツとして知ってもらう活動っていうところがやっぱりまだまだ欠けていて、そこがやっぱ課題の一つで、その旅行コンテンツのさらなる開発っていうところにつながっているのかなと思ってるんですけど、ここはどうすればいいんですかね。観光分野全体に関して言えることは、やっぱりもっともっと新規参入を増やすべきだなと思ってます。
で、その新規参入っていうのは、観光コンテンツの開発や運営をする事業者もそうだし、それから日本っていうコンテンツをさまざまな形で料理をして世界に発信をしてくれる人たちもそうだし、はい。あるいは、ホテルやリゾートみたいなものに投資をする投資家もそうだし、で、既存のやっぱり日本の観光産業っていうところでずっと事業をしてきた人たちだけだと、やっぱりそこの固定観念にとらわれてしまっていて、例えば1人300万円使うお客さんって全くイメージ湧きませんって終わっちゃうんだけど、でも、富裕層ビジネスを外でやってきた人から見ると、いや、富裕層って観光の時って結構こんな風に行動したりするし、大事なことはこの3つだよみたいなことはなんとなく肌感覚で分かってたりするから、そういう人たちが例えば観光に入ってくるとか、あるいは、東京のど真ん中で、街づくりをやってきた人たちが、地方で、魅力的な、観光の面開発をしようと思ったらどういう仕事ができるんだろうって言って、もう一回なんか地方のリゾート開発に再参入もしてほしいなと思う。ちなみに、大手デベロッパーさんってバブルの頃に地方のリゾート開発手掛けて大体皆さん焦げついて、結構トラウマになっちゃってるから慎重な会社が多いんですけど、でもなんかそういう人たちもう一回なんか地方に目を向けて投資家兼開発事業者としてもやっぱり入ってほしいなって思うし、それから、僕がその観光コンテンツ開発っていうことで、民間人数人のチームで自然文化観光機構っていうのを数年前に立ち上げて、これは観光庁とか文化庁の、予算事業の予算を我々がある意味で運用させていただくって形で全国の、小さなコンテンツ開発の事業者たちの支援をする。で、お金を配分するだけじゃなくて、ノウハウ支援もするみたいな動き方をしてきてました。で、その時に、巻き込んだ民間人のプレイヤーって、今まで観光とか地方とかって縁がなかったさまざまなクリエイターの人たちをいっぱい巻き込んで、デザイナーとかコピーライターとか、あるいは、メディアプランナーとか、イベントオーガナイザーとか。で、ね、そういう人たちに地方の観光を扱ってもらうと、やっぱり見違えるほど素敵なものになったりするんですよ。これも一種の新規参入なので、いろんな方面からいろんな人たちが寄ってたかって、日本の、観光資源を、プロデュースする、そして世界に向けて発信をするっていう作業を、10年ぐらい地道につなげていけば、相当日本全国素敵なデスティネーションが増えるし、結果的にはそれが観光収入につながってくるなっていうふうに感じています。ありがとうございます。なんかそういうムーブメントというか、梅沢さんのようなオーガナイザーというか、キュレーターというか、なんかプロデューサーというか、行政を巻き込んで、で、なんかクリエイティブスというクリエイターを巻き込んで、で、観光地の方々を巻き込んでっていう、で、発信できる人を巻き込んでっていう、そういう、なんかオーガナイザーみたいな人がもっと増えてきて、でそういう人が人とそのお金を巻き込んでやっていくと、なんかいろんなところでそういうムーブメントが起きてきそうだなって、なんか思いましたね、今聞いてて。いや、もう篠原さんやりましょう。はい、頑張ります。僕も僕なりに魅力ながら、フルジャパン DX サミットみたいな動きもそういうところは目指していてですね。はい。で、やっぱり地域誘客とか、地域で稼いでいくインバウンドを実現していくためにも、僕はやっぱりクールジャパン政策がもともと言っていたステップの、海外に対してもっと日本の情報を正しく伝えて、海外でその日本のファンが増えていって、で、その結果的にフィジカルでインバウンド観光として日本に来てくれるっていう、それはその東京とか京都に集中せずに、もともと文化とかに興味があって日本に来るっていうことが動機づけになれば、自然と地域に人が流れるような循環は作れるんじゃないかなって、多分それがもともとクールジャパンが目指していたことだと思っているので、なんかそこはもっと訴えていきたいなっていうふうに思ってました。お願いします。本当にいやその通りだと思います。はい。ありがとうございます。その中で地域誘客というところでは、一つ最近トレンドというか、一つ言葉としてアドベンチャーツーリズムっていうのも各所で言われ始めてるんですけども、ここのポテンシャルだったり課題感っていうのはどういうふうに捉えていらっしゃいますか？
まず日本はアドベンチャーツーリズムをやる上で、すごく恵まれている環境にあるなというふうには感じています。それはこれだけ狭い国土の中に、相当多様な自然環境が、あること、そして明確な四季があることで、狭いのが強みだって言ってるのは、僕アメリカにも数年住んでたんですけど、アメリカの例えば西部の方とか行くと車で5時間6時間運転してても景色がほぼ変わらなかったりするわけですよね。ずっとまっすぐな道で、ほぼ砂漠みたいなところをなんか走っていくみたいな。日本は多分3時間ぐらい走ってると相当ダイナミックに景色が変わるじゃないですか。だからこれは自然のバラエティを楽しむっていう意味で言うと、国土の狭さが実は僕は強みになってるなっていうふうには思っていますと。でもその狭い国土の中に、スノーリゾートから、ビーチリゾートまであるし、明確な四季もあるし、春と夏と秋と冬で本当に違う、景観を楽しめるし、アクティビティも当然違うものが楽しめると。で、課題はそれを、編集をして、で素敵な体験として、一種のパッケージ化をして、で、その楽しみを最大限お客さんに体感してもらえるようなガイディングをできる専門家がやっぱり少なすぎる。だからアドベンチャートラベルのガイドで、特に専門性が高くて、で、富裕層対応もできるような人が、もっともっと増えてほしいなと。で、これはまだ未開発の市場、数年前からやっとそう本格的にみんなが注目して、立ち上げ始めた市場なので、もちろんもう昔から何十年もやってらっしゃる方が、一定数いるんだけど、でも、スポットライト浴びるようになったのは比較的最近の話なので、これからそういう人たちが増えてくればいいのかなというふうに思います。で、その時に、この専門性の高いガイドって1000万円プレイヤー当たり前、頑張れば2000万円稼げるよね、みたいな、やっぱり市場になっていかなきゃいけないと思うんですよ。で、そのポテンシャルはもう十二分にあるっていうのは、やっぱりアドベンチャートラベルのメインターゲットって、所得水準も学歴も高い人たちなので、で、しかも滞在時間も比較的長いですから、当然、顧客単価は高いですと。なので、十分に稼げるポテンシャルのあるマーケットなんだけど、日本の地方の観光事業者が今まで、高い値付けをして厚いマージンを取るっていう経験値が少なすぎるので、割と何をやるにしてもコスト積み上げですごく、すごくなんか薄いマージンで頑張って事業を続けてますみたいな人がやっぱり観光セクター多いから、そのマインドセットを変えて1000万円、2000万円プレイヤーが輩出できるようなアドベンチャートラベルマーケットを作るっていうのが、一つとても大事なマイルストーンじゃないかなっていうふうに感じてます。ありがとうございます。そういった市場を作っていく上でもそうですよね。なんかその高いプライシングに対しての後ろめたさがどうしてもあるというか、やっぱでも海外から学べば全然その配管料とかでもその日本で200円300円ぐらいみたいなところが海外では全然3000円取っていたりとか、そうですね。するんで、その付加価値の考え方っていうところをやっぱりマインドセット変えていかないとなかなか変わらないですよね。コスト積み上げで利益を足すっていう考え方ではなかなか難しいですよね。いや、そもそもその地方部の観光ってやっぱりロットが小さいので、もう本当に1回に数人受け入れて終わりみたいな。それでキャパシティがもうその個人事業主プラスアルファでやってる人たちのキャパシティ終わりです。だとしたら、やっぱりその1回あたりのマージンをどれだけ厚く取るかっていうところで勝負しないと、そもそもビジネスとして成立しないはずなんですよね。大ロットで薄いマージンでたくさん売りますってことができないビジネスだから。っていうのがそもそもその割と、ロングテールの、地方の観光の本質だとしたときに、なんか日本はいまだにコスト積み上げで日本中やってるよなっていうところは変えたい。で、これは実はアドベンチャートラベルもそうだし、文化観光も全く同じです。なので、もうキャパシティ限られてるものは、価値ベースでプライシングして、
高く売りましょうと。っていうことかなと思います。そうですよね。こう、そういったものに興味があって、来ていらっしゃる外国人観光客の方は、はい。その自然とか文化に対して自分なりのその付加価値を感じてて、はい。10万円ではいかないけど100万円だったら行ってみたいっていう、それぐらいの付加価値があるんだと思って多分行くんでしょうし、多分そこはコスト積み上げでは絶対に出てこないプライスですよね。そうですね。そういう考え方が、インバウンドのお客さんにとってみれば、もうこの地に来るのは僕一生で今日だけかもしれないっていう条件設定の中で、このアクティビティやってみますかっていう話ですから、価格感濃度ほぼないわけですよ。という前提で考えたときに、どのくらいの値付けをすべきかなっていう話なんだけど、真面目すぎますよね、日本の事業者は。そこのマネタイズのあり方、仕方っていうところをしっかり議論のポイントにこう据えれるようなディスカッションの場を形成していかないといけないと思ってますし、そこはこれまでの観光業ではないような方々も参入して市場を作っていけたらいいですよね。そうですね。ラグジュアリービジネスっていうのはものすごくやっぱりマージン率の高いところでやってるビジネス。その代わり、希少性を売り物にしているビジネスなので、やっぱりそのマインドセットを持ち込むっていうことは一つ大事なテーマだと思います。実際にこういう議論を各地域でどうすれば、サステナブルなそのビジネスモデルが形成されて、当然その観光客の方にとってもそのハッピーな観光旅行体験を提供できるのかみたいな、かつその提供している側もしっかり潤うのかっていう、こういう議論ってされてるんですかね、各地域で。いや富裕層市場を開発しなきゃいけないっていうところまでは随分多くの地域で議題には上がってると思うが、今議論しているようなマインドセットが必要だっていうことをやっぱり分かってない方は多いし、仮に頭では理解できたとしても、じゃあ具体的にどうしたらいいのっていうところでみんな止まっちゃってるっていうのはほとんどだとは思いますね。なので私がその地方に呼ばれて、あるいは地方の観光の方々の会合に居合わせて、で富裕層みたいな話になったら今みたいな話は必ずするし、うわそんなマーケット本当にあるんですかねみたいなとこから大体話は始まるんですけど、でも例えばニセコこんなことになってますよねとか、熊野古道を歩きに来る人の中でもこんな人いますよねみたいな話すると、確かにそうなのかなみたいな、そんな感じです。そうですよね。なんか梅田さんがボイシーか何か違うメディアでそのインタビュー受けていておっしゃってたのかちょっと忘れちゃったんですけど、やっぱその、自分事というか自分自身のその観光地とか自分が携わっている土地のことってなかなか俯瞰して見れないから、そこにどんだけの価値があるかってなかなかその見出しづらいというか、自分でここに来ることに対して100万円の価値があるよってなかなか言いづらいかもしれないですけど、第三者的な観点でそういうそのサジェッションをしてあげると結構すんなり受け入れられるような感じになっていくんじゃないかなというか、そういうふうにしていかないとなかなか地域から変わっていくっていうことは難しいのかもしれないですね。よそ者は大事ですね。観光の、やっぱり開発とか磨き上げにおいては。それは2つの意味で大事で、1つは今篠原さんおっしゃったように、やっぱりその地域の方々にとって当たり前になってしまっているものに実は価値があるんだっていう気づきを、いろんな形で与えることができる。よそ者だから気がつく、地域の宝を、示してあげることができる。それからもう一つは、これは日本の地域ほぼ全国どこでも起こっていることですけど、やっぱり、その地域の中での勢力図みたいなものがもう固まっていて、既得権益者も何人かいて、でその人たちがお互いに牽制し合ってるみたいな、もう固有のどうにもならないがんじがらめの状態があって、それってねやっぱり中の人には解きほぐせないんですよ。でもよそ者が入ってきて、
で、僕らのケースだと、だから内閣府っていうなんか看板と一緒に入ってったりすることもできるわけじゃないですか。で、なんか国の人が来て、なんかこうした方がいいよって言ってると、そうか、じゃあみんなで一応やってみるかみたいな、こうカタライザーには僕らなりうるので、それもよそ者のある意味でご利益だと思います。そうですよね。あえてその空気を読まずにというか、はい、分かってても空気読めてないふりをして、入っていっちゃうっていう、はい、そこでほぐしていくっていうことはやっぱ必要ですよね。そういうケース、そうですね、僕も授業をやってて、よく垣間見るというか、なんか体感するというか、すごくよくわかります。はい。で、これ別に田舎は特に顕著なんだけど、田舎だけじゃなくて、実は都内の街づくりやってても同じなんですよね。なので、商店街が3つあって、その3つがなかなかいつもライバル同士になってて、街全体を挙げた取り組みがなかなかできないみたいなことは別に都内でも起こってるんだけど、はい、それが地方に行けば行くほど、その構図がさらに固定化してるので、それは解きほぐさないと、やっぱりこう面的にみんなで盛り上がろうっていうふうにならないから、それを手助けできるのも、ある意味僕らのようなよそ者の役回りだと思います。ありがとうございます。ちょっとぜひ私の立場からは、こういったそのクールジャパン DX サミットっていうオンラインのフィジカルなイベントもそうなんですけど、こういう場を活用して、こうちょっと地域含めて解きほぐしていくっていうことをやっていきたいと思ってますし、またちょっとこの話題でどこかでお話しさせていただけると非常にありがたいです。ちょっとすごい時間がもう過ぎてしまってはいるんですけども、最後に梅澤さんから日本の魅力でこう海外需要を開拓したいというふうに考えていらっしゃる方、これからどんどん増えてきますし、たくさんいらっしゃると思うんですけども、そんな方々に対してヒントとなるメッセージとか、アドバイスをいただけたらと思います。ちょっとさっきの申し上げたことの繰り返しになるんですけど、とにかく、宝の塊なんで、皆さんどんどん参入しましょうと。で、特に僕が参入してほしいなと思っているタイプ、あるいはどういうスキルを持っている人かっていうと、まず美意識が高いデザイン力のある人、それから資本力のある人、それから経営力のある人、この3つのどれか、あるいは組み合わせで持ってる人に本当に参入してほしいなって思ってます。で、僕自身は残念ながら東京出身なのであんまり田舎を持ってない人間なんだけど、田舎がある人はその田舎にコミットして、本業は別の仕事なんだけど、でも自分の田舎は観光を軸としたその地域再生を自分がリードするぞみたいな動き方、してる方もすでにだいぶ出てきているし、まだまだ増えてほしいなと思うんで、田舎があってそういうスキルとか、あるいは経営力があるような方には、なんかぜひそういう発想でも考えてほしいなって思います。ありがとうございます。普通に過ごしてれば、結構普通に観光業とかに実は携わっているというか関わってたりしますし、なかなかこの今おっしゃった3つのその美意識があってクリエイティブ力がある人、資本力がある方、経営の上手な方っていう、この3つ3拍子揃った方ってなかなかいらっしゃらないかもしれないですけど、でもどれかに当てはまることはあると思いますし。資本力って言いましたけど、別にその100億円出せる人って意味じゃなくて、別に数百万円だってできる仕事はある。だけど数百万円を有効活用しようと思ったら、やっぱりそこには経営のスキルだったり、あるいは美意識だったりがないと多分無駄金になっちゃうので、なんかそういうコミットメントを自分のなんか例えば東京でやってる本業とはなんか別の自分のプロジェクトとしてなんかやるような人が、例えば日本全国で何百人か出てきたら、それだけで相当日本の田舎って素敵になりませんかという、提案です。ありがとうございます。なんかこうやって対談してて、いつも僕勝手に自分の中では盛り上がってきちゃうんですけども、これだけその先ほど50兆円っていう50兆円以上のその事業機会が、生み出せる可能性がかなり現実的に解像度上がってきているっていう事業環境と、あとその自分が住んでいるところだったり、自分がその普段使っているものとかを海外に対して日本の魅力を届けるっていう仕事じゃないですか。かつその事業機会もあるっていう、こんなに面白いことはないなって思いながら、だから本当にいろいろ参入してほしいですよね。そうするとこう、市場も活性化していきますし、当然競争環境も出てくるんですけど、それがまたいいものを生み出せる
原動力となると思うので、ぜひいそう思います。ろんな方にご参加いただきたいですね。はい。はい。まさに。ありがとうございます。ちょっとあっという間にお時間が来てしまったんですけど、またちょっとぜひ続きを取らせていただきたいなというふうにも思っております。はい。はい、ということで、今回のですね、クールジャパン DX サミットオンラインの、ゲストですね、梅澤隆明さんでした。本当に梅澤さん、ありがとうございました。ありがとうございます。篠原さんにありがとうよろしくお願いございます。します。よろしくお願いします。